酸素が取り込めなくなって窒息死する、動脈を貫通するという事故になってしまう。対処ができるような施設で脂肪吸引を行うのが大事だと思います。こんにちは。脂肪吸引をメインで行っているグラシア銀座院の森脇慎です。今回は最近話題の顎下脂肪吸引での死亡事故のニュースについて、あまり世間では知られてないですが、その詳細について解説していこうと思います。最近 Twitter などで密かに話題になっているのが顎下脂肪吸引での死亡事故。裁判の履歴などを見ると大阪であったと記載されていて、おそらくまだニュースなどでは明るみになっていません。なぜ脂肪吸引でこのような死亡事故が起こるのか、今回は解剖学や生理学に基づいて詳細に解説していこうと思います。まず脂肪吸引という施術は最強のダイエットメソッドの一つで、行うと絶対に部分痩せを実現できる方法の一つです。ただその分リスクやダウンタイムなどがあります。そのダウンタイムやリスクについては他の動画で解説しているので、そちらを参考にしてみてください。では今回は脂肪吸引でもし死亡事故が起こるならどのような理由で起こるのかというのを紹介していこうと思います。主に脂肪吸引でそういった事故を気をつけなければいけないのは、顎下脂肪吸引での外径動脈の損傷、お腹の脂肪吸引での腹直筋の貫通による臓器の損傷、あとはお尻の脂肪注入で間違ってグルティールベインというお尻の静脈に注入をしてしまって、その脂肪が肺に詰まってしまう脂肪塞栓。この3つが脂肪吸引で重大な事故を起こさないために気をつけなければいけないことです。まずは今回の事件でも起こってしまった顎下の脂肪吸引で外径動脈を損傷する理由について紹介していこうと思います。こちらは人体の模型になるんですが、このように顔には複数の動脈や静脈、神経が張り巡らされています。この解剖をしっかりと理解した上で脂肪吸引を行うというのが大事になってきますね。今回の事件でおそらく損傷してしまったのが、この外径動脈という狭鎖乳突筋という筋肉の下に走行する動脈を損傷したことで起こった事件だと思います。よく事件などでもこの頸動脈損傷といって、このドクドクするところが触れると思うんですが、そこを例えばナイフで切ったりすると出血が止まらなくて死亡するっていうのはサスペンスドラマでもよく見かけるものだと思います。この外径動脈を脂肪吸引のカニューレで思いっきり突き刺して貫通してしまうと出血がじわーっと出てきます。そうするとこの首のところに血腫がパンパンにできて、やがてその動脈圧が強すぎて気管を閉塞し始めます。そうすると気管というのは空気を出し入れし呼吸をするところなので、酸素が取り込めなくなって窒息死する。これが顎下脂肪吸引で起こりうる一番怖い事故だと思います。次にお腹の脂肪吸引で腹部の閃光が起こる理由について紹介していこうと思います。お腹の脂肪吸引というのは皮下脂肪があって、その下に腹直筋の筋肉層があります。その筋肉層を貫通してカニューレが内臓の方に入ってしまい、例えばお腹には腸管などの感染しやすい臓器が複数あります。その感染しやすい臓器を突き破ってしまうと、お腹の中に菌が一斉に大量に出てしまいます。そうすると腹膜炎の症状になり、やがて全身性の肺血小性ショックなどになり死亡するというのが一連の流れだと思います。また腸の他にも様々な臓器があるので、そういった臓器を貫通して突き破ってしまうと内臓を損傷してしまうというものになってしまうので、そちらが事故につながる原因です。ただお腹の脂肪吸引に関しては起こってしまった事例としては70歳の女性など高齢者の方が多いです。やはり高齢者ではこの腹直筋の筋肉が脆弱化しており、容易に筋肉が柔らかくなって貫通するリスクがあります。またしっかりとカニューレ操作の時に先端を確認して行っていないとそういったことになるので、術者は常にそのカニューレがどの位置にあるのかを常に意識しながら行うことで事故は防げると思います。次にお尻の脂肪注入による脂肪塞栓です。欧米でとても人気なのがこのお尻の脂肪注入によってお尻を丸くして綺麗なボディラインを作るというのが欧米では主流で、日本でも近年人気な施術になってきています。ただ本当にこれに関しては気をつけなければいけないのが、お尻の大臀筋という一番筋肉の中で大きな重い筋肉があるんですが、その下にグルティールベインという臀部の静脈が走っています。静脈というのは血流によってやがて心臓に帰っていき、その後肺に戻って綺麗な血液になった後、また心臓に戻って動脈として送られていきます。なのでその静脈グルティールベインに脂肪を思いっきり注入してしまうと、心臓から肺に飛んで肺が詰まってしまいます。そうすると血液の循環ができなくなり、空気の取り入れができなくなって
肺が詰まってしまうので、呼吸困難となって死亡事故につながるというのが可能性としては考えられます。例えば欧米などでは脂肪注入の時に一気に大量に何千 cc という脂肪をお尻に入れるというのがあるそうです。そうなるとやはり表面の皮下だけでなくて大臀筋の中とか大臀筋下にも入れなくなります。その筋肉の下に入れる時に間違って静脈を貫通してそこに脂肪を注入してしまうと起こりうるものです。ただ日本や当院で行われているお尻の脂肪注入に関しては大臀筋の中、大臀筋の下には入れないようにしています。そうすることによって安全面を確保してそういった事故が起こらないようにしていますね。では顎下脂肪吸引でそういった事故が起こらないようにする対処方法について紹介していこうと思います。まず一番大事なのはこの顎下の脂肪吸引で吸う範囲ですね。僕は顎下の脂肪吸引は本当に浅いところの脂肪しか吸わないようにしています。深いところに行くことによってこういった狭殺乳突筋の下をくぐってしまって動脈を貫通するという事故になってしまいます。なので浅いところのみを吸引するようにしていますね。一部のクリニックではこの顎下線の裏とかにある奥の脂肪も加入入れで吸引するところもあるそうですが、それをやるともう本当にこの近くに動脈があるのでとても危険です。なのでブラインドで行うのは絶対にやめた方がいい施術になります。また一部のクリニックでは脂肪吸引の麻酔を巻くときにこの注射針を使って巻くところがあります。そういったところはやはり大手のところが多いので解剖をあまり熟知してないまま麻酔を巻いている場合があります。その時にこの浅いところにだけ巻ければいいんですけど、針が誤ってこの深いところに刺す可能性はゼロではないと思います。なので基本的に脂肪吸引の時に巻く麻酔は中目線定器を小さい加入入れの管を使って巻くところを選んだ方がいいと思います。なので麻酔の巻き方について注射針を使いますかっていうのは確認してもいいかなとは思いますね。次は圧迫バンドです。脂肪吸引の後には絶対に圧迫バンドをつけて帰ると思うんですけど、その圧迫バンドを術後1日は必ずつけておくというのをお勧めしています。次の日の朝から出勤などの場合は外すことを可能としていますが、その術後直後の当日はなるべくつけてもらうようにしています。一定数なんですけど、外形動脈を軽く損傷してじわじわと出血するという場合もあります。そういった場合に、そういった軽度のじわじわした出血はここを圧迫バンドで圧迫してあげることで術後防げる可能性はあります。なので圧迫バンドは当日の夜、朝まではしっかりとつけることをお勧めしていますね。次にさっき言った吸引で奥を吸わないというのにも説明します。この皮下脂肪の浅い層を顎下の脂肪吸引では吸うんですが、狭鎖乳突筋や後傾筋の裏にある脂肪まで吸うクリニックがあるそうです。僕は実際によくわからないんですが、そういったところでやはりこの筋肉の裏側に加入入れを盲目的に突き刺さないといけないです。しかもそのどこにあるのかは正直皮膚の上からでは見えないので、ブラインドで操作するので当たる可能性は十分にあると思います。やはりそうやってちょっと攻めすぎるところはやめた方がいいと思いますね。もし本当にこの深い層の脂肪がどうしても気になるというのならば、これ切開してペリカン手術などで開けてそこの脂肪を取るというのが一番安全だと思います。次にやはり何かあった時の対応っていうのが大事だと思います。当院では緊急対応がいつでもできるように全身麻酔器、救急バッグの対応、また創刊器具もあります。僕は常にこのマックグラスという創刊がめちゃくちゃしやすい器具を持って診療に当たっています。これのいいところはこうやってやると画面が見えて創刊で器官がどこにあるかっていうのを直視しながら確実に創刊チューブを入れれるというところにあります。なのでもしもの時にこういった対処ができるような施設で脂肪吸引を行うのが大事だと思いますね。全身麻酔の機械が置いてあるかっていうのをクリニックに確認するのは一つ大事なことかなと思います。今回は顎下の脂肪吸引並びに脂肪吸引で死亡事故が起こる理由について詳細に解説しました。脂肪吸引は侵襲性の高い処置の一つです。やはりしっかりと解剖学を学び、どうやった時にそういった事故が起こるかというのをしっかりと把握しておいて処置に当たることがドクターの中では必要だと思います。また、もしものことが起こった時に緊急に対応できる設備のあるところで脂肪吸引を行うというのも一つですね。なのでカウンセリングの時に実際にそういったトラブルが起こってしまった時の対応ができるかどうかっていうのを確認するのは本当に大事です。今後も脂肪吸引に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムでは症例写真や脂肪吸引に関する知識をストーリーなどで投稿しているので、そちらも参考にしてみてください。それでは。